ジャパニーズヨガの夏美です。今日のレッスンでは体幹を鍛え背骨を調整するパーフェクトなレッスンとなっています。腰痛の方、ヘルニアや脊柱管狭窄の状態でお悩みの方にもとてもおすすめなトレーニングになっています。痛みや痺れがある場合は自分のペースを大切にしながら今できるものをチョイスして行ってみてください。マットの短い方に体を向けて、一度足の裏をセンターで合席させていきましょう。骨盤からかかとの距離をやや離して、このようにひし形を作っていきます。一旦ぐーっと背骨を伸ばした後、今度骨盤から丸め込むようにしましょう。両手で足をつかみながらでいいので、背骨 C のカーブを描くようにゆっくり後ろ方向に丸めていきます。では今お腹ぐっと締まる感覚が作れたら、まだいける場合両手を離して倒れていきますが、ゴロンと後ろに倒れてしまいそうな方は足をつかむなどして耐えてみてください。ぐっとお腹を収縮させながら、ゆっくりゆっくり後ろに下がります。下腹部の筋力トレーニングと背骨をしなやかに使っていく練習です。さあ、スローモーションでゆっくりゆっくり体を倒し、吐ったした息。次は両手を下に下ろしましょう。手のひらパーで地面についたまま、足が遠すぎればやや引き寄せて構いません。お尻を持ち上げて、カエル足の端のポーズ。今鍛えたい部分は内ももとお尻。そして少し肩を内側に寄せて、ぐーっと胸を高く広げていくことで、しなやかな背骨を作っていきます。ここで頑張りすぎる感覚ではなくて、呼吸を通しながら、体をスーッと持ち上げていく感覚。では、背骨の上の方から一つ一つマットに下ろして、お尻まで降りたら、一息。少し骨盤をゆらゆらとさせた後、膝を立ててからでいいので、左右にリセットをしていきます。では、もう一度腰を置き直しますが、腰が反っていないか確認して、ピタッと地面に下ろすようにしてみてください。両手地面から足を持ち上げていきます。この時に背中にスペースを全く与えないぐらいぐーっと地面に背中を押し付けてお腹を強く働かせましょう。上向きの杖のポーズ。余裕があれば頭を抱えて上半身丸め込むように起こしていきましょう。背骨のトレーニング、下腹部のトレーニングになります。呼吸しながらコントロール。では、ゆっくり頭を下ろした後に両手地面です。膝を90度直角にしましょう。お腹締めたままで吸って吐きながら右側にゆっくり下ろしていきます。お腹の力を使ってコントロール。同じくお腹締めながらセンターに戻り、ゆっくりと左側。続けます。またお腹締めながらセンター。物足りない方は膝を伸ばした状態でしっかりお腹を使っている実感を保ちながら横へと足を下ろします。こちらもお腹のトレーニング。これをすることで詰まりやすい背骨、特に腰椎の部分の調整をしています。さあ、何度か行えたら、ゆっくり膝を折り曲げて地面に足を置きましょう。続いて、だいたい足幅は腰幅程度で、つま先を左右平行に置きましょう。
そして同じくまた腰を下ろした時に反っていないようにまっすぐ背中がピタッと地面につくように置いていきます。両手地面に置いたら、今日は膝を内側にピタッとくっつけるようにしてこの内ももを働かせていく橋のポーズです。もしクッションや枕など、またはペットボトルの飲料などがあれば、内ももに挟むということを行っても効果があります。さあ、ゆっくりお尻を持ち上げましょう。もし膝が痛む場合は、足を向こう側に少し押して、膝の角度を、なだらかにすると楽になる方がいるのでお試しください。今日はこの内ももに意識を向けるのと、その力をお腹の方にも向けて、体の中心軸を使います。顎を少し引いて首の後ろは長くしておきましょう。さあ、そのままコントロール。では背骨の上の方から一つ一つ丁寧にマットに下ろすようにして、一呼吸つきます。少し足を左右に揺らすようにリセットを入れてもいいかと思います。さて続いてマットの長い方に体を向けて横向きの姿勢になっていきます。肩の真下に肘、手のひらパーでもグーでもお好きな方でいいです。膝の角度はだいたい直角ぐらいで置いていきましょう。さあ、ここから、膝を上に向かって開きます。これをするときにお尻のあたりが軽く締まっていればいいです。また、閉じる、開く、クラムシェルのポーズですが、股関節のねじれを解消していきます。ゆっくりでいいので自分のペースで続けましょう。さあ、では続いて反対側も同じように行っていきます。肩の真下に肘を置いて、膝はだいたい直角程度にしていきましょう。しっかり下でこの支える形ですね。肘でぐっと地面を押すと、この下の方の脇腹のあたりも引き締まります。では、膝を開く。そしてお尻に触れてみたときに、効いているかどうかの確認。下ろす。この繰り返しです。少し鍛えたいという場合は、開いたままややキープを入れて、また閉じる。ゆっくり丁寧に行います。では、ゆっくり膝を閉じたら、うつ伏せになっていきましょう。超ほぐしの動きです。手をパーの手のひらにするか、グーの手にして、そのまま下腹部のあたりに挟み込み、骨盤を揺らしましょう。余裕があれば膝を折り曲げて左右に倒します。拳や手のひらの位置も上や下へと変えるような形でいいので、お腹周りを柔らかく使っていきます。さあ、では一度動きを止めて足を下ろしましょう。両手を開放して肩の横あたりについたら手でぐっと地面を押して四つ這いです。股関節の下に膝があるか、肩の下に手首が来ているか確認して続けていきましょう。背中をフラッとまっすぐな状態にし、顎を軽く引いて一息吐きます。次の吸う息でお尻の尻尾の骨、尾てい骨をやや上に向けて、背骨をスーッと伸ばすように胸を開いて見上げましょう。吐く息で尾てい骨を下にぐっと向けて、腰背中を丸め込み、おへそを見ます。自分のペースでいいので、ゆっくり骨盤、背骨、肩甲骨、
連動させていくように、ゆっくり滑らかな動きを作っていきます。特に腰は動きやすい部分なので、腰を動かすよりも骨盤やこの胸の後ろ側の胸椎の動きを滑らかに動かせると、背骨全体のバランスが整います。では一度四つ倍の姿勢にまた戻っていきましょう。足幅ですが、次は拳2個分ぐらいやや狭くしていきたいと思います。さあ、お腹を締めて、その状態から左足を一歩後ろ。肘がピンと張りすぎて反り返る方は肘を曲げていいので脇を締めて二の腕を鍛えておきましょう。頭と足でぐーっと引っ張り合うように体幹の力を使ってバランスを取ります。主に腹横筋のあたりがしっかり鍛えられるトレーニングです。余裕があってまだ行きたい場合は対角線の右手を伸ばします。この時も手と足で引っ張り合う感覚で呼吸を続けましょう。では、ゆっくり手と足を下ろしていきます。そのまま続けましょう。右足を一歩後ろで骨盤の左右の高さをだいたい整える。お腹ぐーっと締めて、足も1、2センチ後ろに長く伸ばす感覚。まだいける場合は左手を前。お腹抜けずにコントロール。背骨を縦方向に引っ張りましょう。では、手と足を下ろして、左手を一歩前につきましょうか。吸って吐きながら右手を体の下をくぐらせるように置いていきます。そのままはーっと力を抜き、左手はお好きなところに置いてしまって大丈夫です。前に伸ばしても、上に伸ばしたり、手のひら後ろに向けて、腰や足に絡めたり、顎の力は楽にし、表情もふわっと柔らかくしておいて、体が伸びるのを待ちます。さあ、では左手を顔の目の前、手でぐっと地面を押して四つ倍に戻ってきたら、右手を一歩前、左手のひら上向きで腕の下をくぐらせます。バランスが取れたら、右手は自分の好きなポジションに置いていきましょう。今日一番居心地のいいところや伸びが感じられて心地いいポジションにします。さあ、あと一呼吸。そこから右手顔の目の前、手でぐっと地面を押して四つ倍に戻ってきたら、今度は手をマットはみ出るぐらい置いていきます。肩幅より一回り大きい状態です。指先は正面か軽く内向きにして、肘を曲げた時に肘が直角になり、手首の真上に肘のポジション。そしてまたプッシュアップという風に置きましょう。繰り返し、胸を前。プッシュアップ。肘を曲げ。プッシュアップ。あと2回ほど。さあ、では手を肩幅程度にして、
足の付け根を後ろに引くようにして、骨盤を後ろに引いた後、肘、頭を地面。まだいける場合は手をまっすぐ前の方に伸ばします。腕、脇、胸のあたりも伸びます。ここへ来てもう少しと思ったら胸や顎を地面の方に下ろしましょう。猫伸びポーズで背骨の柔軟性、特に胸の後ろ側、肩甲骨の間のあたりを柔らかくします。さあ次の吐く息が来たら両手を寄せて、今度は背中を丸めながらお尻をかかと。さあロールアップで起きていきます。両手引き寄せながらでいいので、骨盤から背骨一個一個動かす感覚ですね。丸くしつつ、骨盤の上に背骨が起きてきたら、背骨をぐーっと上に引き上げていくように、頭が最後になるように起こします。さあ肩を一回ししてリラックス。グーの手を握り、脳幹も刺激しておきましょう。さあ、一息リラックスします。ありがとうございました。今日のレッスンでは、特にヘルニアや脊柱管狭窄症などの方で、痺れや痛みなどがあったり、腰椎、特に下の方下部ですね、4番、5番のあたりで不調が起きているという方に向けて作成してみたヨガレッスンになります。ただ、万人に当てはまるわけではないと思いますので、行ってみて少しでも痛みや違和感があれば、やめるように、ストップするようにしてみてください。このレッスンでフォーカスしたのは、とにかく背骨の椎骨、椎体と椎体と間にスペースを空けるようなイメージで、体幹部をしっかり使うというものを行ってみました。腹横筋と呼ばれる私たちのお腹の周りをコルセットのように巻いているインナーマッスル、深い深層部の筋肉なんですが、そこを鍛えていくことと、股関節周りの柔軟性を上げることで腰を守る、負荷を与えないようにするというのをテーマにしつつ、もう一つは腰に負担をかけないための要素として胸椎と呼ばれる肩甲骨の間あたりの背骨の柔軟性を上げていくと、腰に過度な負担を与えなくて済むような体の使い方が日常生活でできるようになりますので、それらを網羅するようなレッスンの構成でした。行えば行うほど背骨の柔軟性も高まり、腰だけに負担がかかるような動き方というのが改善されていくかと思いますので、楽しみながら続けていただけると嬉しいです。では、今日の動画が役に立ったということであれば、ぜひグッドボタンで教えてください。また、良ければチャンネル登録や、その隣にあるベルのボタンをタップするとお知らせが届きますので、それもタップしてお待ちください。では、今日もありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。皆さんいつもありがとうございます。ジャパニーズヨガの夏由美です。この度オンラインスクールのインスタグラムバージョンをオープンしました。こちらは月額1100円で非公開のインスタグラムアカウント内のコンテンツが視聴できる内容になっています。月に4回のだいたい45分から60分ほどの長い時間のレッスンが投稿されます。11月の25日からオープンとなりましたので、気になる方はぜひホームページを見てみてください。では、つながれることに感謝しています。ありがとうございました。